あ、日本語喋ってるからわからないよ。もう意味がわからん。もう突っ込むのめんどくさいわもうはいどうも、ステップスポーツリゾート店ぐる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 グルービー片桐です。さあ本日は外での撮影となりますが、本日紹介していく商品、アディダスから新作出ました。最近アディダスさんもめちゃくちゃ来てますね。どんどん新作出して、今回も激アツなシューズが登場しました。出ました、アディゼロ匠1000 11です。11ですか11ですかってね、ちょっと言うと迷ったんですけど、11の方がかっこいいんでね、11で行かせていただきます。このような見た目仕上がりとなっています。遠目で見るとアディオスプロ4じゃねみたいな風に思うと思うんですけれども、入ったら全然違います。匠1000は匠1000の良さを残しつつもいい部分を悪い部分をアップデートしていて、よりいい匠1000に仕上がっております。実際に履きながら走りながらレビューしていきたいと思いますので、最後までご視聴のほど要チェックや。はい、ということで早速匠1000 11履いていきたいと思います。ちなみにね、今日撮影者平川さんです。撮影のご協力ありがとうございます。ジャンボジャボじゃあ履きますんで、ちょっと付き合っていただいて、どうぞ。近寄っていただいて、じゃあ早速履いていきたいと思って、ちょっと待って、見てください皆さん、一体化しております。前回はこうね、終端これ外れるタイプだったんですけど、がっつり一体化しています。なのでね、一体化することによって、ちょっと履く時だけ若干めっちゃ高高い人とかは大変かもしれないけど、でも入れてしまえば全然大丈夫。むしろなんか前回よりも少しゆったりしたような作りに感じますね。いやにしても今回のアッパーの素材、ライトロックって言って、アディオスプロ4と同じ素材になっているので、めちゃくちゃもう滑らかツルツルです。赤ちゃんみたいな素材になってて、めちゃくちゃ気持ちいいです。よし、じゃあ反対足も履いていきましょうか。よっしゃ OK。 まずね、履いた感じなんですけど、前作の匠1000ってちょっとこう生地が固めでガチッとした感じだったんですけど、今作ね、横幅若干広いです。明らかにね、写真でポンって出すんですけど、前作よりもここ広いです。明らかに。だからこうつま先周りのボックス周り、前作よりもかなりゆったりしたような作りに感じます。ただ側長はそんなに縦の大きさは変わらないなっていう印象なんで、僕前回匠1000 26センチで履いてました。で実際今回の11に関しても同じ26センチで大丈夫です。この辺のね、横幅がゆったりしたなっていう感じで、逆にだから今まで匠1000が横幅が狭くてキッズって感じだった人にとったら、今回の履き心地最高やと思います。しかも足当たりも良くなっているんで、本当に履き心地に関してはもう申し分ないぐらいすごく良くなっております。匠1000点ちょっとね、これお客様お声あったんですけど、若干かかとが抜けるっていうお声があったんですけど、今回もめちゃくちゃもう吸い付いてます。シンプルにこの形状がねバシッとしたのもそうだと思うんですけども、終端が一体化したことによって足首周りのホールド感増したんやと思います。なので結論言いますと、足首周りとか中足部はよりこうバシッとこうフィットする感じになって、つま先周りは少しゆったりとした履き心地になっております。で改めてこのアッパーの生地、ライトロックめちゃくちゃ足当たりいいので、すごく履き心地が良くて快適です。それでは走っていきましょう。じゃあね、今回やっぱ匠1000なんで、僕もいつもの本当にもう適当にピュピュピュって走るんじゃなくて、割と戦いに行きます。ちょっと戦うメニュー教えてください。から川さん、どれくらいですか？じゃあ今日 1000m 100本。は100本いくしかないよ、匠1000。27本目いきます。7本目、レッツゴー。じゃあ次77本目行きましょう。レッツゴー。まだまだいけるよ。次何本目や？次92本目。90本目か。92本目。92本目。これ吸ったら力なるよ。行くぞ。レッツゴー。じゃあ次ラスト1本目。そうね、100本目。ここまで来れたのもやっぱ唐川さんのサポートがあってのことだと思うし、見てください、これ匠1000。やっぱこの靴があったからこそここまで来れた。この靴があったからこそここまで来れた。だから本当に、最後の1本ね、感謝の気持ちを込めて走っていきたいと思います。唐川ありがとうね、ここまで付き合ってくれて100本。あと1本、頑張って。じゃあ行こうぜ。オッケー、レッツゴー。
すごいね。100本目でもこの力出る。さすが匠戦。ラストスパット。はい、ということで 1000m 走ってきました。やっぱ匠戦なんでいろんなペースでこうピューって走ったんですけども、まずは結論から言います。間違いなくレース用でめちゃくちゃおすすめです。例えば学生だったら、3キロとか5キロとか10キロ区間でも全然いけるスペックです。昔に比べたらね、言ってしまえばこんな全然分厚いシューズですし、何と比べるかにもよりますけども、クッションもあるし、反発ももらえるし、安定感もあるし、しっかり自分でコントロールできるめちゃくちゃいい仕上がりとなっておりました。で、先ほどアッパーのスペック紹介したんで、ミッドソールのスペックもご紹介していきます。ミッドソールは前作同様、ライトストライクプロを使用しております。で、パッと見なんか前回よりも分厚くなったんじゃねっていう風に僕は一瞬思ったんですけども、前回とスペックは一緒になっております。ドロップも同じになっております。なんでその設置した時の感覚とか、転がる感じっていうのは、前回の良さっていうのを継承しています。ただ変わった部分もあります。まず1つ目が中のプレートです。中のプレートがちょっとだけこう湾曲しました。以前の匠戦10よりも若干この転がる感じっていうのは感じたんですけれども、いい意味で転がりすぎなかったです。ちょっとアップデートした部分を聞いて僕ちょっとびっくりしました。やっぱ匠戦の良さっていうのは着地した時に自分の感覚でこう蹴れるっていうのが個人的には匠戦のすごくいいポイントだと思っていたので、その辺に関しては皆さん安心してください。プレートといえどカーボンプレートでもないですし、よりその推進力が上がったとはいえめちゃくちゃ上がったまではいかないんで、その辺は皆さん安心していただいて大丈夫です。はい。で、アウトソールもねがっつり変わりました。コンチネンタルの部分が本当にピンポイントになって、だから多分ねここの部分が一番その軽量化につながったんじゃないかなっていう風に思います。重量はグルービー調べ26センチで 175g でした。めちゃくちゃ軽い仕上がりになっていて、前作よりも約 10g 軽くなっております。で、軽くなったのに見てください。これ設置面積広がってます。前作よりも着地した時にしっかりこう地面を捉えることができて、安定感っていうのもねすごく感じました。で、ごめんなさい、ちょっとミッドソールに戻るんですけど、ミッドソールはね前作よりも少しコードが柔らかく感じます。なんでよりこう沈んでパーンっていうような反発っていうのは感じます。アディオスプロの時もそうだったんですけども、3のライトストライクプロよりも4のライトストライクプロの方がより反発を感じたように、匠戦も前作よりもより反発っていうのを感じます。だからその唯一もしかしたら人によっては、前回でちょっと沈み込むな、ちょっとこの沈み込む感じが苦手だなっていう人は中にはもしかしたらいるかもしれません。とはいえ、そんなに分厚くもないですし、接地面も広いことから安定感がないっていうことはもう絶対ないです。言ってしまえばそのアディオスプロとかああいう厚底カーボンシューズに比べたらめちゃくちゃ安定感あるし、しっかり自分でコントロールできるんで、その辺は今までの匠戦の良さっていうのはずっと継承しているので安心してください。めちゃくちゃいい仕上がりになりました。カルカーさんに付き合ってもらってピュン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 走っていきましたけれども、本当にレース用でも使えるし、インターバルとか多分さっきやったね1000m とかでも全然使いやすいです。やっぱ厚底カーボンシューズとかだとやっぱその靴の力が強すぎて勝手に進んでしまうとか、自分の地足を鍛えられないっていう部分があるんですけど、匠戦は反発ももらえてレースで使えつつ練習でも使用しやすい作りになっているので、非常におすすめの一足あったら便利なシューズになっています。本当にね今回のアップデート最高でした。今回ね匠戦紹介していったわけですから、今ねちょうど夏合宿とか真夏で今買うんだったらザ練習用っていう形でね使えると思います。で、秋口になってきたらぜひレース用で使っていただければなと思います。フルマラソンってなってくるとねちょっと厚みがもうちょっと分厚いを隠してしまった方がいいかなっていう風に思ったりはするんで、できるだけ3キロとか5キロとか10キロとかハーフマラソンとかでもすごいいいと思いますので、ぜひ店頭でねアディオスプロ4と匠戦比べてもらってどっちがいいかなって選んでいただければなと思います。ちなみに唐川さんどっち派ですか？アディオスプロ4と匠戦は。匠戦です。そうなんですよ。唐川さんはあんま転がったりするのが好きじゃないみたいで、フルマラソンでもハーフマラソンでも彼はね匠戦を選びます。僕だったんですよ。僕は10キロ以下だったら匠戦選びます。ただハーフ以上だったらアディオスプロ4の方がいいなっていう風に思います。本当にこれは人の走り方とか好みで変わってくると思うので、ぜひ店頭でね店員さんと相談しながら自分がどっちが合うのかなっていう風にしてね選んでいただければなと思います。
まあ結論、今回のアップデートは最高でした。はい、今回の動画につきましてはね、高評価ボタン、チャンネル登録、そしてコメントの方もどしどしよろしくお願いいたします。じゃあ今日はね、ちょっと軽川さんがいるんでありがとうございました。おそばひりごでいきたいと思います。最後までご視聴あさんてさよなら。本当に1000メーター100本やった？やったよ。本当？さすが匠せん。やっともうこの靴があったからお前100本できたんだよお前。さすが。当たり前や。